嬉しいことはいつだってファンと分かち合ってきた。この夜に控えていたのはとある重大発表。本当に最後で発表もあるし、でもパフォーマンスはパフォーマンスで注目してよっしゃ。はい、レッツゴー。普段と変わらないルーティーンで平常心を保つ。左がファンにとってそれはまさにサプライズだった。韓国でデビューする。僕たちが韓国デビューをすることになりました。&TEAM、グローバルエンターテインメント企業HYBEの日本本社HYBEジャパンが3年前に初めて日本でプロデュースしたグループだ。以来その快進撃は目覚ましい。4月にリリースされたサードシングルはミリオンを達成。歌唱力はもちろん、まるで精悍な狼の群れのようなパフォーマンスは鋭く力強い。とはいえデビューからわずか3年での海外進出。突然の発表に驚きを隠せない。本当にちょっと感動しちゃってめちゃめちゃ泣きましたもう韓国だけじゃなくてもう世界中に羽ばたいていってほしいです。活躍してほしいです。はい、1位絶対取れます。運命の韓国デビューは10月28日だ。9人が世界進出を告げられた日から本番当日までリミットはおよそ100日。痛み、絆、そして涙。嵐のような激しい日々に密着した。&TEAMに密着取材がされたのは今回が初めて。メンバーの個性が際立っているのもグループの特徴だという。唯一の韓国出身メンバーウィジュ、心優しきリーダーだ。サブリーダーフーマはデイデイの曜日レギュラーも務めコメント力もある。じゃあジャッキからが横ってる、ちょっと斜め前の方がかっこいい。パフォーマンスを仕切るのはグループ最年長ケイ。台湾出身のニコラスはファッションリーダーでもある。昨日ね見たらハイトーンボイスで楽曲を彩るユーマ。メンバー一の努力家とも言われるジョー。ハルアは&TEAMの可愛い担当だ。
同じく弟組ムードメーカー滝。最年少マキは高い歌唱力でグループのボーカルをリードする。9人へ韓国デビューが言い渡されたのは世間に公表されるおよそ1ヶ月半前の7月下旬のこと。その直後に話を聞くことができた。こんにちは。お疲れ様です。よろしくお願いします。韓国デビューおめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、率直に素直にまず韓国デビューということを聞いた時の感想は。一番はやっぱりびっくりしたのが一番で、なんか正直な気持ちは今っていう、なかなかそういうタイミングがなかったので、なんか韓国デビューはしないのかなっていうなんか気持ちでいって、なんか今のタイミングで韓国デビューしますって聞いた時は今なんだっていう意味でなんかこうびっくりしましたね。こう僕らがまずは日本を中心に活動していくよって会社の方から言われてたので、それを、今年はきっとそうなんだろうなっていう、なんとなく予想を、僕自身も、メンバーも多分してたと思うので、今なんだっていう感じでしたね。やっぱりちょっとあんまりもう3年目ということでちょっと諦めかけてた部分は少しちょっと僕の中であって、今なんだって思って、でもやっぱり正直僕たちが望んできたことではあったので、すごい楽しみな気持ちもありつつ、ものすごいちょっと不安な気持ちが僕自身募ったんじゃないかなって思います。そうですね。でもみんな頑張ってその顔に見せないようになんかしてるんですけど、でも多分僕と一緒ですね。その不安とか期待とかにいろいろな感情を混ぜて、その複雑な気分、多分僕と一緒だなと思います。期待の反面不安も拭えない。都内某所にあるHYBEジャパンの練習施設。じゃあ今日ちょっとお話があるので少し時間を取っていただいたので、ちょっと私の方からお話しさせていただければと思います。ちょっと座ってお話ししましょうか。ヒョンロック代表は金融業界などを経てHYBEに入社し、日本本社の成長を牽引してきた人物。海を渡り挑戦することの難しさを熟知するからこそメンバーへ伝えたいことがあった。この前韓国デビューのお話しして、多分びっくりした部分もあると思うし、おのおのがこれから何をしていくかっていうのを考えた時間でもあるとは思うんですけど、改めてちょっと僕の方から今回の韓国デビューって何を目指していて、で我々はそれをもって次にどういうことを考えているのかっていうのを皆さんの方にちょっと話したくて今日時間をいただきました。&TEAMは日本で生まれて、で世界に向けてジャパントゥグローバルを目指していくチームとしてHYBEジャパンの方で初めてプロデュースしたチームです。でそうするとジャパントゥグローバルって何っていうところからまずだと思うんですよね。何をもってジャパントゥグローバルって言うんだろうと。まず我々が一番最初にやらなきゃいけないと思ったのは、日本で国民的なアーティストというか、日本で愛されるアーティストになるのがまずそのスタートラインだったと思うんですよね。今年3年目、ついに我々はゴーインブラインドで一つミリオン認定という形の一つのゴールというか一つの目標をついに我々は達成することができました。もちろんじゃあミリオンアーティストだからといってそれが国民的アーティストかっていうと、それだけで不十分っていう方々がいるかもしれない。
ただ少なくても私は&TEAMが次のステップとしてもう少しグローバルの市場にチャレンジしていくようなそのような我々の中での自信とそれなりの実績っていうものを日本国内で作ることができたというふうに僕は思ってます。韓国デビューって言ってるけれどもそこで活動する部分に関しては世界中の K-POP ファンが&TEAMって何という真剣な目で我々のことを見るでしょうと。そこに我々はしっかりと日本でこれまで培ってきた実力経験実績をもとに日本で愛された&TEAMが世界においてもしっかり通用するぞと好きになっていただけるぞというような爪痕を残していくことが必要です。我々全員で私も皆さんもそしてスタッフ全員もワンチームになって同じ船に乗ってゴールまで迷わず突き進んでいければと思います。韓国デビューは世界デビューでもある。その重い言葉を一人一人がかみしめていた。僕も韓国デビューが決まってからすごくどこか落ち着かない感じがあってずっとそわそわしてるような感じなんですけど今日こうやって改めてお話を聞いて韓国デビューを必ず成功させて覚悟を見せれるような活動ができたらいいなっていうふうに思ってるのでジャパントゥグローバルっていう目標を聞いて個人的にもこれから韓国デビューに向けて語学だったりとかダンスとかライブとかも全部自分の中でも見直さなきゃいけないなって思う部分もありますし一つ一つのことを乗り越えていけたらいいなと思います。代表はメンバーへのプレゼントも用意していた。やっぱりスタッフ全員で今回我々が達成したことを祝うっていうのは非常に意味のあることでしかもジョーさんの手書きのものも入っていて俺かっけえでもジョーって名前刻んでる日本で成し得たことに誇りを持って世界へ挑め。小さなカップに大きなエールが込められていた。もちろん全てのアーティストにおいて相対的なものではありますが少なくても今回&TEAMが準備しなきゃいけないそのコンテンツの量っていうのはこれまで日本で活動してた時よりもかなり量が増えてきます。それは例えばでいうと曲数だったりまたはミュージックビデオの数またはコンテンツ非常にハードでタイトな状況になっています。何を成し遂げたら成功と考えていらっしゃいますか？もちろん夢は大きく持たなきゃいけないので今回我々が曲数を考える時にも韓国で来年行われるゴールデンディスクの授賞式とかも含めてもしかしたらっていう意味で我々はチャレンジするチャレンジャーなので最初から夢を諦めたくはないのでその前提においてそのような受賞自体もやっぱり狙っていきたいですしその他においてもいろんな我々がその数字で見えるようなところももちろんながら考えてはいきたいです。ただ大事なのは何かしらの数字だけを追いかけるのではなくて実際にファンの方々に&TEAMっていう名前をしっかり心に刻んでもらってまた次に例えば日本でまたは韓国でアルバムを出したり活動した時にやっぱり温かい目で応援してもらえるっていうのが一番我々が大事にしたいことではあります。乗り越えるべき課題は少なくない。それはメンバー自身も自覚している。急にその韓国デビューに向けてめちゃめちゃいろいろ準備始めたりとかレコーディングだとか振り付けだとかっていうのを準備する中で曲も全部韓国語ですし韓国語の曲に全く慣れてないってわけじゃないんですけどやっぱり今まで日本語と英語だけでメインでやってきた中それが韓国に変わったので簡単ではなかったなっていうのありますね。でも
簡単じゃないからうまくやらないんじゃなくて、よりこうなんだろう、うまくやりたいなっていう気持ちがありましたね。それこそ1回目のデビューはこうできないことがあって、もうこうどこかちょっと優しく見てもらえるとは思うんですけど、2回目僕たち3年目になってもう新人じゃなくて2回目のデビューということで、もう僕たちができないことは許されないというか、何でもできて当たり前なので、そういうところで僕たちが例えばバラエティに出たりだとか、韓国語を普通に話せるだとか、歌がうまい、ダンスがうまいのは当然だと思うので、そこら辺をもっと頑張っていきたいと思います。歌とダンスの実力を上げるのももちろんなんですけど、もうちょっとこう殻を破るのが一個ポイントかなと思ってて、なんかどこか今こうこういうネットの時代でいろんなことが言われる時代で、そこでなんかパフォーマンスとか表情とか、いい子でありたいとか、ルネとかファンの方が大衆が好きな自分でありたいってなりがちなのを、こう自分という存在を一番大きく見せれるのは自分しかいないので、自分らしく入れることをもっとこうメンバー9人が持って表現することができたら、それが歌とダンスにつながるんじゃないかなと思うので、個人的にはそういう表現力とか殻破ることを少し重きを置いています。8月11日、韓国ソウル。世界進出が告げられてから3週間後、それぞれの思いを胸に秘め、9人は K-POP の本場に降り立った。2ヶ月半後の韓国デビューに向けての準備が本格的にスタートする。2ヶ月半後の韓国デビューに向けての衣装合わせ。모양으로 이래서 예쁜 거. 그치, 여기가 좀 서 있어가지고. 이거 한 번만 더. 情報解禁前での特別な取材。多くが現時点で見せられないという。 근데 모자는 다 다른 거예요. 근데 이거 현장에서 봐도 되는 거. 게임 때문에요. 게임 때문에. 韓国語で末っ子という意味のマンネ組の滝が現場の空気を和らげる。さっきのやつありますよ。あんまりお前ダメだろ。何やってんの？一番シュールなやつ。やるなよ。本番に使うものだろ。そこへ最年長ケイが乗っかる。2人は&ＴＥＡＭ結成前から韓国でアーティストを目指し、競い合い励まし合った旧知のコンビだ。終わりました。超かっこいい感じで。こいついつも寝てます。何時まで何時に寝たいんですか。同じくマンネ組、チーム最年少マキは飛行機移動でお疲れの様子。いるんじゃないのか。すいません、撮らせていただきました。韓国へ来てもメンバー同士のやり取りは意外なほど変わらない。カメラの前で持ち前の仲の良さを見せてくれた。